皆さんこんにちは。今日はボタン付けをやっていきます。動画の流れはこのようになっていますので、ご自身の作業内容に合うようにタイムスタンプを活用してください。それではまず道具の紹介からやっていきます。針は細くて短いもの。この動画では長さ4センチのものを使っています。続きましてハサミです。この動画では糸切りバサミを使用していますが、切れれば何でもいいので文房具のハサミでも大丈夫です。最後に糸について、糸は60番スパン、30番スパンの2種類を使用しました。動画の前半足付きボタン付けでは60番スパン、動画の後半裏ボタン付きボタン付けでは30番スパンを使いました。こちらの説明を参考にボタンのサイズと生地の組み合わせによって調整してみてください。糸は100円均一や手芸屋さんで手に入るこのようなものでも構いません。それでは足付きボタン付けから始めていきます。まず針に糸を通していきます。糸は二重にして長さは40センチを目安にしてカットしていきます。この時玉留めはしません。それでは始めていきます。まず最初に表地と見返しの生地両方を針で 2,3 ミリすくいます。ちゃんと見返しもすくえていることを確認し、針を引き抜いていきます。この時糸が絡まりやすいので、このように指で押さえていきます。糸の先が1センチぐらいのところで留めます。そしてもう一度同じ場所に針を通して表地と見返し両方をすくっていきます。同じ場所がすくえれていることが確認できたら、先ほどと同じように指で押さえて糸を引いていきます。ここで糸を強めに引っ張ってもらうと分かるんですが、玉留めなしでも糸が抜けないようになっています。ではボタンを準備して穴両方に糸を通していきます。そして今度は表地のみをすくっていきます。表地のみがすくえていることを確認し、針を抜いていきます。それでは再び両方の穴に針を通して表地のみをすくっていきます。表地のみがすくえていることを確認し、針を抜いていきます。では3回目、同じ作業を繰り返します。穴両方に針を通し、表地のみをすくっていきます。表地のみがすくえていることを確認し、針を抜いていきます。ここで最初に残しておいた糸を短くカットしていきます。では3回巻いて足を作っていきます。巻き終わったら足の際の表地のみをすくっていきます。玉留めを作っていきます。玉留めができましたら、先ほど作った足の中心に針を通していきます。ここで思いっきり引っ張って玉留めを足の中に食い込ませていきます。もう一度足の中心に針を通します。最後に足の際の表地のみをすくって針を引いたらボタン付け完了です。
この動画では途中表地のみをすくってボタン付けを進めましたが、それが難しい場合は同じ穴に針を通してボタン付けを進めても十分きれいに仕上がりますので、やってみてください。ここからはおさらい動画になりますので、2倍速で作業を簡単に説明していきます。まず最初に表地と見返しの生地両方針で 2,3mm すくっていきます。糸の先が1センチくらいのところで留めます。そしてもう一度同じ場所に針を通して表地と見返し両方をすくっていきます。糸を引き切ったら強めに引っ張り、糸が抜けないことを確認します。ボタンを準備して穴両方に糸を通していきます。続きまして今度は表地のみをすくっていきます。それでは再び両方の穴に針を通して表地のみをすくっていきます。では3回目同じ作業を繰り返します。穴両方に糸を通し表地のみをすくいます。糸を引き切ったら3回巻いて足を作っていきます。巻き終わりましたら足の際の表地のみをすくっていきます。では玉留めを作っていきます。玉留めができましたら先ほど作った足の中心に針を通していきます。思い切り引っ張って玉留めを足の中に食い込ませていきます。もう一度足の中心に針を通します。最後に足の際の表地のみをすくって針を抜いたらボタン付け完了です。では続きまして力ボタンプラス足付きボタンの付け方をやっていきます。糸は少し太めのものを準備してください。まず針に糸を通していきます。糸は二重にして長さは40センチを目安にカットしていきます。この時玉留めはしません。力ボタンと表につけるボタンを準備します。この動画では 23mm のボタンを使っています。まず最初に表地と見返しの生地両方を針で3から 5mm すくいます。ちゃんと見返しもすくえていることを確認し針を引き抜いていきます。糸の先が1センチくらいのところで留めます。そしてもう一度表地と見返し両方をすくっていきます。最終的に裏面が力ボタンで隠れますので同じ穴に針を通さなくても OK です。ここで糸を強めに引っ張ってもらうと分かるんですが、玉留めなしでも糸が抜けないようになっています。ボタンを準備して最終的に十字になるように穴に針を通していきます。この動画では十字にボタン付けしましたが、いろいろなやり方がありますのでご自身の好みで自由につけてみてください。では表地と見返し両方をすくっていきます。では十字になるようにまだ糸を通していない穴に2箇所針を通していきます。この時針を裏側に引き抜きます。この時あまり強く糸を引っ張らないようにします。では力ボタンを準備して力ボタンの穴2箇所に針を通していきます。針を表地側に抜いていきます。この時こちらの図のように生地とボタンの間にゆとりができるようにボタンを揺らしてゆとりを作っていきます。
では再び針をボタンの穴に通して力ボタンの穴へと引き抜いていきます。今度は力ボタンの方から表側のボタンの方で引き抜いていきます。これで表側のボタンと力ボタンそれぞれの穴に糸が2回通ったことになります。では最後に表地と見返しを軽くすくって針を抜いていきます。ではいよいよ足を作っていきたいと思います。今回私は5回巻きましたが、好みもありますのでだいたい5回目安で自由に巻いてもらったらいいと思います。では玉留めを作って、その玉留めを先ほど作った足に食い込ませていきたいのですが、とても硬いのでこの時に使うと良い道具があるので紹介します。おすすめはこちらの指抜きになります。指抜きの使い方はこのように、私の場合は中指に刺しまして糸をこう引き抜く時に押すのに使っています。では先ほど作りました足に針を刺しまして、指抜きで押して思いっきり引っ張っていきます。でもう一度反対側から、足の中心に針を刺しまして指抜きで押して針を引き抜いていきます。では最後に表地のみをすくって針を引き抜きまして糸切りをしてボタン付け完了です。力ボタン付きボタン付けのコツは足の長さを生地の厚みにちゃんと合わせていくことで、あとは裏面の力ボタンである程度隠れてしまいますので、細かいところはあまり気にしずにボタン付けを進めてもらったらいいと思います。ここからはおさらい動画になりますので2倍速で作業を簡単に説明していきます。まず最初に表地と見返しの生地両方を針で3から5ミリすくいます。糸の先が1センチくらいのところまで糸を引いて、その後もう一度表地と見返しをすくって針を抜いていきます。ではボタンを準備して十字になるように2箇所穴に針を通していきます。そして表地と見返し両方をすくい針を抜いていきます。ではまだ針を通していない側の穴2箇所に針を通して裏側に引き抜いていきます。これで少し足を作っていきます。では力ボタンを準備して穴2箇所に針を通していきます。ではまた十字になるようにもう一度表側のボタンに針を通していきます。そしてもう一度力ボタンの穴に2箇所針を通していきます。では最後にまだ2回針が通ってない側の表のボタンの穴に針を通していきます。では表地と見返しをほんの少しすくった状態で針を抜いていきます。ボタンと生地の間にきちんとゆとりがあることを確認して足を作っていきます。5回ほど巻いて足の付け根をすくって針を抜いていきます。では玉留めをしまして足の中心に針を通しまして引き抜いていきます。糸を思い切り引っ張って足の中に玉留めを食い込ませていきます。では反対側から
足の中心に針を刺しまして、もう一度引き抜いていきます。そして足の付け根をもう一度すくってボタン付け完了です。